皆様こんにちは、セイラです。2月24日にリニューアルをして、早くも人気アイテムとなっているディオールのディオールスキンフォーエバーベルベットベールは、毛穴レスなサラサラ肌を叶えてくれて、とても綺麗な仕上がりの下地ですが、こちらには UV カット効果が入っていないということで、たくさんの視聴者様から日焼け止めと組み合わせてもこちらの下地のサラサラ感や毛穴ぼかし効果は変わらないのか気になるとご質問いただきましたので、今回は比較的オーソドックスなテクスチャーの日焼け止めと保湿感が強く軽めのテクスチャーの日焼け止め、そして UV カット効果のあるミストと組み合わせた時に下地にどんな影響があるのか検証していきたいと思います。日焼け止め効果が入っていないファンデーションと組み合わせてメイクをするときにどう使おうと悩まれている方に少しでも参考になれば嬉しいです。またメインチャンネルでは同時発売のグローベールとベルベットベールの違いの比較やリニューアル前のアイテムとの違いについても比較しておりますので、こちらの下地についてより詳しく知りたいという方はぜひメインチャンネルの動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それでは早速1つ目。保湿に寄りすぎていない日焼け止めと組み合わせた時にどんな感じに変化するのか見ていきたいと思います。使用していくのはこちら、スックのプロテクティングデイクリームです。2月に発売された新作の日焼け止めで、まだ動画内ではご紹介できていないのですが、こちらの日焼け止めには下地効果がないということと、こんな感じでみずみずしくて伸ばしやすいですが、保湿に寄りすぎているというテクスチャーではなく、標準的な硬さの日焼け止めだなと感じたので、まずはこちらと組み合わせて、フォーエバーベルベットベールのサラサラ感や毛穴ぼかし効果にどのくらい影響するのか見ていきたいと思います。こちら側にはすでにベルベットベールを塗ってある状態なので、反対側に塗っていきます。日焼け止めの質感としてはこんな感じで、かなりみずみずしくて伸ばしやすいですが、ピタッと肌に密着してくれる感じもするので、肌表面がずっとベタついてしまうということもなく、とてもオーソドックスで塗りやすいと思います。はい、こちら側半分にスックの新作の日焼け止めを塗ってある状態です。こうして見ると綺麗なツヤが出る仕上がりですが、肌表面は意外とさらりとしていて、ベタつきを感じないタイプです。では、この上にベルベットベールを重ねてみたいと思います。こんな感じで、やはりスックの日焼け止めがちゃんと肌に密着して、肌表面に油分感があまり残らないタイプだからか、塗り心地に大きな変化は感じないです。ベルベットベールを伸ばしていくことで、ちゃんと肌表面のサラサラ感も感じられます。はい、こちら側はベルベットベールのみ。反対側はスックの新作 UV の上にベルベットベールを重ねた状態です。まずこのくらいの距離で比較してみると、そこまで仕上がりに大きな差は出ませんが、今回使用したスックの UV はツヤが出るタイプだったので、ベルベットベールのみの方と比較してみると、よりツヤが出ているような印象です。アップで比較してみるとこんな感じでした。スックの日焼け止めを下に塗った方も、ちゃんとベルベットベールの細かい毛穴をフラットにしてくれる効果が出ていて、日焼け止めとファンデーションが密着するからか、ベースに日焼け止めを塗った方がより毛穴カバー効果を発揮しているなと感じました。肌表面もどちらも同じくらいサラサラとしていますが、スックの日焼け止めを塗った方がよりもっちりとしている感じはするので、少し保湿には寄っていると思います。ではこの上に、ディオールのディオールスキンフォーエバーフルイドグローを重ねて、ファンデーションを重ねた状態の仕上がりの違いについて見ていきたいと思います。この上に重ねると、やはりファンデーションを上から重ねた時の質感も、ベルベットベールのみの状態とあまり変わらないですね。スックの日焼け止めのしっとりさが加わるので、より伸ばしやすく感じる程度です。はい、それぞれ上からファンデーションを塗ってみました。下地のみの時点ではそこまで大きな違いは感じませんでしたが、上からファンデーションを塗ってみると結構仕上がりに違いが出て、ベルベットベールのみの状態は軽やかで程よいツヤが出るような仕上がりなのに対して、スックの日焼け止めの上にベルベットベール、そしてさらにファンデーションを重ねた方は少しファンデーションに厚みが出て
カバー力が増したように感じます。アップで見るとこんな感じです。どちらも毛穴をきれいにぼかしてくれている効果は変わりませんが、スックの方がよりツヤが出ている感じがします。肌表面のサラサラ感や毛穴ぼかし効果は日焼け止めを塗っても変わらず綺麗でしたが、ベルベットベールのみで仕上げた時の毛穴をきれいにカバーしつつも薄付きな仕上がりが好きという方には、日焼け止めと組み合わせると少し厚みが出る感じが気になるかもしれません。ただ日焼け止めと組み合わせても毛穴をぼかす効果は変わらないなと思いました。そしてこの上にディオールのディオールスキンフォーエバークッションパウダーを重ねていきます。ディオールの新作下地はパウダーを塗ることでより綺麗に毛穴をぼかしてくれましたが、やはりこちらもこんな感じでより綺麗に仕上がりますね。はい、パウダーを塗るとこんな感じです。パウダーを塗ることでより日焼け止めをベースに塗った方のカバー感が増したように感じます。アップで見るとこんな感じで、やはり下にスックの日焼け止めを塗った方はツヤ感がより強い感じがします。ではここから4時間ほどマスクのまま過ごしてみて、崩れ方にどんな感じの違いが出るのか見ていきたいと思います。ベルベットベールは皮脂による崩れにもすごく強かったので、日焼け止めと組み合わせた方もこの皮脂崩れの強さが持続してくれるのが楽しみです。はい、あれから約4時間一度もお直しせずにマスクのまま過ごしました。崩れ方にどんな感じの違いが出ているのか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。まずこのくらいの距離で見ると、どちらも肌表面のテカリや崩れなどは全然気にならないです。アップで見ても両方とも毛穴をぼかす効果は持続していてとても綺麗ですが、スックの日焼け止めをベースに塗った方はやはり日焼け止めを塗っている分重さが出るからか、マスクのプリーツに沿ってファンデーションが剥げている感じが少し気になりました。やはりどうしても日焼け止めを塗った分重さが出るのと保湿感が増すので、マスクへの摩擦には少しだけ弱くなる感じはしますが、それでもかなり綺麗に保ってくれていますよね。そして肌表面を触った感じは、どちらもちゃんと程よい保湿感も持続しつつ、小鼻周りのベタつきも気にならずに保ってくれているので、スックのような保湿に寄りすぎていないオーソドックスなテクスチャーの日焼け止めとの組み合わせは、ベルベットベールの邪魔をせずに使えるんじゃないかなと思いました。続いては保湿感が強いタイプの日焼け止めと組み合わせた時にどんな感じに変化するのか見ていきたいと思います。使用していくのはこちら、カネボウのベールオブデイです。こちらは日焼け止め効果はもちろん日中用美容液と言われているくらいかなりみずみずしくて保湿感が長時間持続するようなタイプの日焼け止めです。肌表面にもかなりみずみずしい保湿感が残ります。このみずみずしいタイプの日焼け止めと組み合わせた時にベルベットベールのサラサラ感がどんな感じに変化するのか見ていきます。まずはベールオブデイを塗っていきます。かなりみずみずしい乳液同様なテクスチャーでスルスルと肌に伸び広がってくれます。乾燥が気になる時にも問題なく使いやすい分、このみずみずしい保湿感とベルベットベールのサラサラ感が交わるとどんな感じになるのかとても気になっています。はい、ベールオブデイのみだとこんな感じです。保湿感もありつつ肌表面に滑らかなツヤも出ている状態です。ではこの上にベルベットベールを重ねてみます。上にベルベットベールを重ねるとより伸ばしやすくなりますね。やはりベルベットベール単体で塗っている時よりも肌表面がサラサラになるのに時間がかかる感じがします。はい、こちら側にはベルベットベールのみ、反対側にはベールオブデイの上にベルベットベールを重ねている状態です。カネボウのベールオブデイは、先ほどのスックの日焼け止めとは対照的に、みずみずしくて軽い塗り心地だからか、ファンデーションを塗る前の状態だと、ベルベットベールのみとの仕上がりに差は感じませんでした。アップで見てもこんな感じで、毛穴カバー効果に大きな差は感じませんでした。ただやはりカネボウのベールオブデイはかなり保湿力が高いタイプの日焼け止めなので、
肌表面のサラサラ具合には違いが出ていて、ベールオブデーをベースに塗った方はもっちりとしっとり感の残る肌に仕上がっています。ではこの上にフォーエバーフルイドグローを塗っていきます。はい、それぞれにファンデーションを塗ってみました。アップで見てもこんな感じで、先ほどのスックな日焼け止めを塗った時のようにカバー力が増すということもなく、ベルベットベールのみで仕上げた時と変わらない仕上がりでした。そしてさらに上からパウダーを塗ってもこんな感じで、全然日焼け止めありなしで違いが出ていないので、保湿によっている日焼け止めでも厚みがなく軽い質感であれば仕上がりには影響しにくいと思いました。そして反対側にはこちら、ジバンシーのプリズムリーブルプレップ&セットグローミストという SPF45PA4+ 入った日焼け止め効果もあるセッティングミストと合わせて使った場合にどんな感じになるのかも見ていきたいと思います。こちら側半分にミストをかけていきます。仕上がりとしてはこんな感じです。こちらはツヤが出るタイプのセッティングミストなので、比較してみると肌全体につるんとしたツヤが乗っていますが、ベルベットベール本来の毛穴カバー効果などには影響しないので、よりベルベットベールの効果はそのままに、日焼け止め効果をプラスしたいという方には、こちらの組み合わせも使いやすいんじゃないかなと思います。ではここからマスクのまま4時間過ごしてみて、くすれ方にどんな感じの差が出るのか見ていきます。下に日焼け止めを塗った場合と、上から日焼け止め効果のあるセッティングミストをかけた場合、どんな感じの違いが出てくるのか楽しみです。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。こちら側に日焼け止め、カネボウのベールオブデーを塗っている状態で、反対側には上から UV カット効果のあるジバンシーのセッティングミストを塗っている状態です。どんな感じになっているのか見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じです。まずこのくらいの距離で見てもどちらも綺麗に保っていますが、やはりベルベットベールのみで仕上げた時と比較すると全体的にテカリが気になる印象です。まずベルベットベールのみの状態とベルベットベールの下にカネボウのベールオブデーを塗った状態を比較するとこんな感じです。アップで見ても小鼻の横や顔を中心に全体的にテカリが気になります。ただ毛穴補正効果はちゃんと持続してくれています。続いてベルベットベールのみの状態と上からジバンシーの UV 効果のあるセッティングミストをかけた状態を比較するとこんな感じです。ジバンシーのミストもツヤが出て保湿によるタイプだからか小鼻周りや顔の中心のテカリが気になります。ただこちらも毛穴補正効果は綺麗に保っています。肌表面を触った感じは、やはり見た目の通り、両方とも小鼻周りのベタつきが少し気になる印象でした。ただ、アップで見てもどちらも毛穴補正効果は持続してくれていたので、軽い塗り心地で重さのないタイプの日焼け止めや UV ミストと合わせても、ベルベットベールの毛穴補正効果はちゃんと発揮してくれるんだなと思いました。はい、ではこんな感じでディオールの新作下地ベルベットベールをスックとカネボウの日焼け止めとジバンシーの日焼け止め効果のあるセッティングミストと合わせてご紹介していきました。私の肌質が特に皮脂崩れが気になるタイプというところも関係していると思いますが、カネボウのベールオブデーやジバンシーのミストのように保湿によっているタイプと組み合わせるとベルベットベールのサラサラ感が少し弱まる感じはしますが、どのアイテムと組み合わせてもベルベットベールの毛穴をきれいにぼかしてくれる効果や毛穴ぼかし効果が持続する感じは変わりませんでした。今回ご紹介した組み合わせの中ではベルベットベールのサラサラ感や皮脂崩れによる強さを保ちたいという方はスックの日焼け止めとの組み合わせがおすすめで、ベルベットベールの毛穴をぼかしつつ軽い仕上がりを保ちたいという方はカネボウの日焼け止めがおすすめ。そしてメイクの工程を増やさずに手軽に UV カットをしたいという方はジバンシーのミストとの組み合わせがおすすめですので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたらお気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。